第9章霊友。霊性進化の最も重要な問題の一つに治病の問題がある。治療家を志す人たちに寛容に申したい。まず寛容なことは、自分が神聖な生命力の通路となり得ることを自覚すること。第二に、万事が神あっての自己であることを思い、自分が神の子であること、これをしかと心に銘じておくこと。病気を癒す宇宙光線が存在する。もし人がこれに通じる霊感技術を習得しさえすれば、そのものを通じて治療力は絶えず流れ出るのである。皆さんは誰しもこの時期的霊的光線の通路となりうるものである。しかるに無知その他の原因によってこの生命力を遮断している人たちがいる。霊友家としての皆さんの仕事は、現代医療組織の補充者、協調者、もし許されればそれとの共同者である。世の中にはいろいろなタイプの人がいるのであって、A はあるタイプの治療に適し、B は全く違ったタイプの治療に適している。したがって物質的な方法、場合によっては手術によってさえも、容易に迅速に処置できそうなある種の疾患に、多大の時間や精力や手間暇をかけたりするのは、賢明とは申せぬ。しかしまた同時に、一切の治療の根本は霊的なものにある。したがって将来は霊友が承認され、治療の中心としてこれが地上に確立される日がやがて来るであろう。しかし、人間が自分の身体を投与するのであるから、その前に人間の霊的な進歩が必要とされるのである。根源において、一切の病気は霊的な光の不足が原因で身体に生じるものである。還元してこれを申せば、病気とは気楽さの不足、調和の不足と申すべきか。また、人間はのべつ幕なしに不安と不調和のために立ち働いていると、こう申しておこうか。調和と健康はその生活が内在の神聖によって導かれ、調整されるとき、存在するものである。霊友は厳密に科学的なものである。霊友とは、不調和な状態の肉体原子に調和を与えることである。霊友は心臓チャクラから響いてくる統制の声である。この力は主として治療家を通じて働くものだが、また病者を通じても働くものである。愛、それは不調和な肉体原子に調和をもたらす統制の声である。肉体原子はこれにより親愛の法に服するものとなる。これが治療の秘技である。また病者が治療家のように愛中枢と結ばれれば、立ちどころに病気は治癒する。それは病者の魂や肉体が必要とする当該宇宙光線を無意識のうちに選び取るこのためである。イエスはこの神力の偉大な行使者であった。イエスは病名など意に介さなかった。彼は常に霊的な原因に直行した。イエスの癒し方は、魂に覚醒の光を注ぎ込むというやり方であった。ラザロよ出てこい。とイエスは叫んだ。ラザロは京片びらのまま出てきた。この意味がお分かりかな。ラザロはこの世のしきたり通り、京片びらにくるまれた一個の死者であった。ラザロよ起きよ。主の声に呼び覚まされ、ラザロは死者からよみがえった。これが真実の治療家のなすところである。なお皆さんは、魂の中にはカルマの集積があることにも思いを致さねばならぬ。多くの場合、病院は魂の内部に深く根ざしている。それは過去世からのものが幽体の中に刻み込まれているわけである。幽体というものはご承知の通り、過去の行為によって築かれるものである。幽体の中に刻みつけられている過去のカルマは、病気の形で払われることがあるし、また生活の境遇の形で払われることもある。カルマの法に狂いはない。それは公正、完璧、真実である。皆さんはカルマを変更したりしてあげることはできない。しかし病者に手を貸して、このカルマを解消してあげることはできる。もし病者が手助けを受けて信仰の流入を十二分に受け取るなら、病者は自然治癒力を発現することになる。
この場合は病者はその病気で学習をする代わりにカルマの解消という方法で学習をしたことになるのである。カルマの目的は学習にある。カルマの目的は個々の魂に学習の機会を与えること、知恵を獲得させ、霊性を進化させるにある。傲慢な魂は、これは誠に困りものだが、知っているくせに信じようとしない魂は、お決まりのコースをたどり、病気で泣くことになる。しかるに、この災いの道を進んで選び取る魂たちがいる。その選択は潜在意識でするのであるが。で、ここで一言付け加えておかねばならない。よろしいか。決して無理に人に礼儀を施してはなりませぬ。人は自分の意志で進んで礼儀を受ける心情にならねばならない。この病者の求める心持ちが霊光を呼び寄せるのである。苦痛があるということは、霊光の方へ病者が導かれるということである。心霊治療の場合、肉体にあまりとらわれてはいけないと我らが申すのは、このことである。痛み、苦痛、これは症状である。心霊治療家は魂と、また病者のオーラに関わりを持っているのである。治療家がある種の磁力ないし、動物磁気を持っており、病者に一時的な手助けを与えることは事実であるが、それだけでは十分とは申せない。霊友の場合、治療家は魂を癒しつつあるのである。この魂の健全化が、やがて肉体に反映することになるのである。霊友は霊的世界で行われるのであって、霊友力は深海の心的生命から流れ出る。治療家の浄化の程度に応じて、この生命力は治療家の媒体、精神体と活力体から流出し、その手と全オーラを通じて放出される。山清水にはきれいな通路が必要なように、治療力の流れにも治療家のきれいなオーラが必要である。手を当てることによってだけでなく、心霊との接触によって流れ出るのである。この時、心霊力が流れ出て、治療家の精神の動き方次第で、その霊力が集中されたり、強められたりする。このゆえに不在治療も、その運用さえよろしければ、手を触れる治療と同様に効果が発揮できるのである。目に見えぬ光線の中には、ある種の性質が、色が、波動が、また香りまでが存在しており、治療家はこれを引き出して、病者に注ぎ込むのである。病気になるということは、何か欠けたものがあるということ。ないしは病者の魂、霊的なものに不調和があるということである。治療家としての皆さんは、天使たちと共同しながら、病者の魂に欠けたものを供給したり、調和と健全さを回復させたりする仕事をしているのである。皆さんはこの純なる霊力の支配人である。したがって昔の僧侶、神官たちと同様な努力をなさねばならないのである。人間として、また霊力の通路として、純潔なる生活、思想、行為を守り、正しい行情に努めねばならぬのである。全力を尽くして自身の健康を保持しなされ、決して何事においても過労はよろしくない。純潔で健全な生活のルールに従いなされ、内心の調和を守って生きること。純にして健全な知の産物によって生きなされ、意念を込めて心霊の気を吸収しなさい。肉体をいたわり、肉体のためによろしくないことは何事によらずせぬがよい。喫煙で肉体を痛めることのないよう。肉体を休ませ、浄化し、汚れのない食物をもって養い、高い世界の清い波動に同調させるようにしなされ。一切の治療の基本は、治療家の側で大自然と心霊力に自身を同調させることにある。疲れて気持ちが落ち込んだ思いの時には、自分に充電することを忘れてはならない。充電のための一つの良い方法は、冷水に手を突っ込むこと。もう一つの方法は、母なる大地に手を置くことである。また他の方法としては、木立の間に入ることである。大木に背を当てて立ちなさい。木と一緒に呼吸をして、生命の木を吸引しなさい。その時生命力が再びあなたの中に流入することに一興するであろう。疲れて心がめいる時には、
自然に触れることですな。どうしても仕事をする気力が湧かない、落ち込んだ気持ちの時にはそうしなさい。そのうちには疲れることのない、自らを満たす方法がわかるようになるであろう。治病家にとって病者にとって、心身をリラックスすることが大切である。ただし、高級画の統制下でのリラックスであるが、肉体をすっかり安らいだ状態にされよ。心も和らいだ状態に置かれよ。そうして肉体、幽体、精神体と還流させながら、信仰のオーラを天上体にまで充満させなされ、リラックスすることを知る者は少ない。彼らはどうしようもなくくたびれ果てて、顔は引きつったまま、リラックスも心の安らぎもなしに、展開に心身を委ねることもせず、さまよっている。皆さんが治療力の純粋な通路足らんと努力するにつれて、皆さんは一層敏感になっていくだろう。されば我らは皆さんに、自分のオーラを守る方法をお伝えしておかねばならぬ。皆さんは有害邪悪なものの影響を受け取ったり、また一種の拾い屋さんだとお考えなされ、されば天使が翼を折りたたむように、皆さんも身の回りのオーラを折りたたみ、身を守りなされ。これは精神的にするのですぞ。また、深呼吸を数回するのもその助けになろう。深呼を吸引して、右手を上に、左手を下にして両手を重ね、太陽神経層の上に置き、じっと明るく肯定的な気持ちを持ち続けなさい。左手は受け取る手、右手は与える方の手である。治病力の流入を求めて、左手を祈りの形に立てておけば、治病力が左手に流入してくる。それは磁石のようなもの。脈動する生命力は左手に流入し、身体を還流して右手に至り、ついで患者に入る。治療家は優しく優しく手を触れること。この優しい軽い接触こそ、肝心要のことである。光線は指先からと、一部は手のひらからもほとばしり出る。治療家は自分の手の上にもう一つの手があることに思いを致さねばならぬ。その手は通路ではなく支配者である。患者の感情に巻き込まれるようなことがあってはなりません。地上では医療家は同情深く親切なものかもしれぬが、もし賢明なら決して病者の感情に巻き込まれることはないだろう。感情はこれすべて霊的作業の統制下に置くようにせねばならない。感情の不統制があると、良い仕事、良いグループとの連携が破られてしまうのである。我らは常に不統制な人間感情の弱点を克服するよう申し伝えるものである。やる気さえあればこれを阻む何者も存在しない。賢者は堅実で親切で全てのものに愛を持ち、しかも愛と英知である神の大御心の中に直行する。